皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。今日のテーマはインドの治安について皆さんにお届けしたいと思います。実はね、一番私が質問で聞かれることなんですけれども、日本の女性とか女の人が一人で、仕事に行ったりとか旅行に行ってインドは大丈夫なんですかという話ですね。この話すごくセンシティブなので、正直言うとこうやって発信することもすごく難しいテーマだと思っているので、ただ一番よく聞かれる質問なんですよね。私なりにいろんなことを考えた結果、こういった結論かなというのを今日はお話ししたいと思います。インドの友達がこれを見たらどうだろうとか、インドに住んでる日本の人が聞いたらどう思うかなとか、いろんなことを考えてるので、私なりに思ってることを一つの意見としてお話ししたいと思うので、参考にしてみてもらえると嬉しいです。一つ目、インドでは男尊女卑の文化があり、女性は危険と言われてますが、実際はどうですか？二つ目、かよさんが実際にインドに行く際に気をつけてることはどんなことですか？三つ目、そもそも女の人が一人でインドに行って大丈夫ですか？こういったところですね、今日は順を追って説明していきたいと思います。よく言われるのが、インドにはその男尊女卑の文化が強くありますかという質問がありますが、私は正直言うと、私自身が外国人としてインドに関わっているので、それをあるないっていうのをはっきり判断するのはすごく難しいなと思います。ただ実際に2018年にジェトロが出したデータで、インドの女性の社会進出と現状の今後っていうところからちょっと読み取ってみると、伝統的にインドの女性は男性に比べて教育の機会が限られていて、家庭に入ることを優先されてきた。そしてこうした傾向は確かに今でも貧困部や地方の方では特に強く残っていると言われています。また人口の8割を占めるのはヒンドゥー教であって、婚姻の際に、新婦側から新郎側に持参金を持ってくる風習があって、こういう風習があるため、家計の面から男の子が生まれることを望まれる傾向がやっぱり強いと。なのでインドでは胎児の性別判断が禁止となっています。女の子が生まれるとどうしてもそのお金を払わなきゃいけないんだなっていうことで、家庭的に歓迎されないっていう、そういった悲しいアイディアがね、まだ残っているってところですよね。日本ではね、赤ちゃんが性別が何かっていう風のを、事前に調べることは一般的かもしれませんが、インドではそれはできません。こういった背景があります。世界経済フォーラムグローバルジェンダーギャップレポート2017年では、インドの10位は144カ国中108位となっていて、そんなに高い順位ではありません。労働市場への参画や所得における格差が特に大きいとされていたり、一方でね、例えば女性の政界進出の項目ではなんと15位ということで、確かにインドには、女性の政治家の方とかもたくさんいるので、この点においては日本は見習わないといけないかなと思います。その他ね、モディ政権が女性のエンパワーメントをテーマにした政策を行っているとかも、そういったところも発表されてるんですけれども、確かにこういう公式的な情報を見ると、インドの男尊女卑の文化っていうのは根強いものがあるのかなと思います。私が実際に住んでいたのは都市部とされているところだったので、結構女性の方も普通にバリバリ仕事をしてたりとか、ファッションとかも結構最近のファッションで、例えばちょっとスカートが短かったりとか、腕が出てたりとか、そういうのも全然あったし、お酒飲んだりとかね、そういうのもあったので、私が当時、2、3年前にインドで働いてる時とか、今インド出張に行って、そういう男尊女卑の文化をすごく大きく感じることっていうのは少ないです。ただそれは都市部だからと思います。実際に地方とか、いわゆる貧困部と言われる部分に行くと、まだまだこういった文化が強いのかなとも思いますし、悲しいニュースとかが出るときは、そういった地域から発信される場合が多い。もちろん都市部でもたまに起こるんだけれども、そういったのはあるかなというふうには思ったりします。2つ目なんですけれども、インドで日常生活で気をつけていたこととかですね、実際に私が出張でインドに行く際とか、現地に住んでいた時に特に気をつけていたところなんですけれども、当たり前だけど海外に行った時は日本と同じような生活ができるとは思わないこと、基本的に貴重品を身から離さないとか、夜は絶対に出歩かないとか、知らない人についていかない、何かわからないもの出されたら食べない、鍵をしっかりする、もう基本中の基本ですね。これは別にインドに限らず、海外に行く日本の方だったら全員分かってることだと思うんですけど、そういう基本的なことをしっかり守ること。なので私は現地にいた時、正直そう危ない目とか一回もあったことなくて、それはなんでかっていうと、こういう基本をしっかり守ってたからなんですよね。例えばインドだと現地にいる時って夜の送迎っていうのは全部タクシーになるんですけれども、10時とか11時1時以降になると、帰る時に必ずその時一緒に同席してた男性の方が家まで送ってくれたりとかしてました。でこれ日本でやるとちょっとね、逆に危ないんじゃないのって思われるかもしれないんだけれども、インドだと女性を一人タクシーに乗せて夜の危ない
夜の時間に深夜とかに返すのって何かあった時にめっちゃ危ないじゃんっていう風になっちゃうので、それを日本のメンバーは全員知ってたから、当時そういうちょっと遅い時間帯に帰る時は必ずその日本の男性同じ友達とかが家まで送ってくれてたんですよ。これはもう普通のことなんですけど、こういった対策ですねを取ったりしていました。そういったところを基本的に気をつけていれば問題ないかなとは思います。最後の質問なんですけれども、一人でインドで行っても大丈夫ですかっていうところで、大丈夫ですね。それを人に言われると大丈夫です。なぜなら私も行ってるので。ただ皆さんがそれを心配する理由っていうのはよくわかります。都市部に関してはいろいろな交通インフラとかも整っているし、割と情報もね、インターネットがつながりやすかったりするのでいいんですけれども、田舎とかに行くとそこはちょっと私もわかりません。なぜなら私も行ったことがない。何か起こった時にやっぱり助けを求めにくいっていうのもあるし、基本的に海外で起こったことは全て自己責任になるので、自分からリスクを取りに行かないってことは非常に重要になってきます。4年間とかこうやってインドに関わってるけれども、私自身がすごい危ない目に遭ったことはないんですよ。ただ危ない目に遭ったことないからみんなも来てくださいねとは簡単には言いたくない。やっぱり実際にそういうリスクっていうのは少なからずある。もちろんそのインドに対する悪いイメージとかがあるってこともすごくよく知ってるし、悪いニュースがあるとやっぱりインドだからじゃんっていう風にやって盛り上がりやすいっていうのもすごくよくわかる。だからどんどん悪影響があって悪いイメージが広がっていくっていうのも知ってるけど、それはすごく悲しいと思う。リスクはあるけれども別にちゃんとやってれば大丈夫だよってこともしっかり伝えていきたいし、自分がこうやって居続けることによってそれをちゃんとみんなに示せればいいなというふうにも思っています。なので、とりあえずコロナ終わったらみんなでインドに行きましょう。今日のテーマはインドの治安について、日本の女性が一人いても大丈夫かどうかということでよく聞かれる質問についてお答えしました。今日の動画がいいなと思った方はぜひ、チャンネル登録の方をお願いします。